C トランスレーション by AI という発表をさせてもらいます。発表の流れなんですが、まず自己紹介を行い、MMC とは何かを説明します。次に、抽象実行とタイププロファイリングについて簡単に説明し、正確な GC の実践方法について説明します。最後に、メインのエスケープ解析について説明します。私の自己紹介ですが、三浦秀樹と申します。ID 三浦1729で GitHub や Twitter などをやっております。職業は水道屋です。ここ十数年、いろいろなプログラムを作ってきましたが、だいたい、既存の、Ruby のインタープリターを、コンパイルしたり C に変換したりするようなプログラムです。今日はそれの最新作の MMC、MRuby メタサーキュラーについて説明させてもらいます。MMC とは何か。これは、MRuby のバイトコードを C に変換するためのソフトです。いろいろ最適化を頑張っているので、だいたい、手で書いた C コードと同じぐらいの、速さの C が出てきます。ただ、プログラム全体を、持って変換しないといけないので、分割コンパイルできませんし、あまり大きなプログラムは、変換することができません。また、MRuby で書かれておりますので、変換速度はとても遅いです。GitHub の、レポジトリが、ありますので、興味のある方はソースコードを読んでください。ベンチマークの結果なんですが、こんな感じになります。ほぼ比べているのは手で書いた C と C です。だいたい同じぐらいの速度じゃないかなということが分かります。では、まずどのような高速化をするかということの逆に、Ruby というのはなぜ遅いのかというのを考えてみましょう。まず、変数の型が、実行値にならないとわからないというのがあります。そのために、メソッドの、呼び出しの時のメソッドの確定や、型チェックなどをいちいち実行時に行わないといけません。また、すべてのオブジェクトは、例外はありますが、ヒープに、アロケートされます。これで GC は発生します。また、GC があるために、型を表現するための、示すためのタグをつけないといけません。これをつけるためのオーバーヘッドっていうのがかなりあります。では、これをどのように解決しているかといいますと、まず、型がないという、型が事前にわからないということについては、抽象実行による、型プロファイリングによって解決します。また、ヒープにしかオブジェクトが入らないので DC が発生するみたいな問題については、これも抽象実行を使うんですが、抽象実行による、エスケープ解析によって、変数をオブジェクトをスタックにアロケートすることによって、解決します。MMC の、処理の流れなんですけど、MRuby の VM のバイトコード、これを、SSA、静的単一代入形式に変換します。やはりSSA はいろんなコンパイラーで使われるだけあって最適化とかがすごくしやすくなりますので、MMC でも使っております。その後、タイププロファイリングと、エスケープ解析を行い、型情報を得ます。そしてその中間コードにその型情報を、付加しまして、
この情報を使いながら、C コードを変換します。抽象実行と、抽象実行についての説明なんですが、抽象実行というのは型レベルの、実行になります。で、MMC ではすべての、変数は、レジスターという統一された形に変換しています。で、大体タイププロファイリングについては、遠藤さんのタイププロファイラーと同じような、ものになっております。で、ここで抽象実行については、AI と訳すことがありますので、ご注意ください。では、抽象実行と普通の、解釈、インタープリターの違いを見ています。普通のインタープリターというのは、add っていう命令について1と1と2というのが入りますと、足し算を行い3という値が返ってきます。一方、抽象実行については、R1、どちらも型で、可能であればMMC では値も入るんですが、型を、パラメータとして受け取り、add で、フィックスナムの、足し算はフィックスナムになりますので、結果としてフィックスナムが返ってくるみたいな感じの型レベルで計算実行を行うという形になります。また抽象実行については、分岐の問題がありますが、分岐については全パートもエルスパートもどちらも、実行します。で、その時に集めた型情報を、合流してからマージします。で、ただその条件が性的に例えばif true みたいな感じで条件がもう明らかに分かっている場合は、スキップすることがあります。レジスターについては、ローカル変数や、インスタンス変数、グローバル変数などまとめて、レジスターというもので扱います。で、レジスターは、型情報を、持っています。入れるところがありまして、抽象実行によってレジスターに、型情報が入っていきます。で、これを全部埋めるのが、タイププロファイリングの、目的です。で、レジスターっていうのは MMC では、Ruby のオブジェクトで、実装されておりまして、以下のような、インスタンス変数を持っています。at タイプ。これは、このレジスターのタイプです。型です。これを埋めていくのが目的なわけですね。あとは、ジェンポイント。これは、このレジスターができた、命令です。で、リフポイント。これは、このレジスターを参照している命令です。この辺を利用して、データフロー解析とかがスムーズにできるようになっております。で、MMC では、型についても、Ruby のオブジェクトで表現しております。で、いろいろ型については付加的な情報を加えていくのですが、いきます。いけるようになっております。で、タイプオブジェクトは、以下のような種類のものがあります。次に正確な GC の、実装について説明します。MRuby はCRuby とは違って、
保守的な GC ではなく正確な GC になっております。で、MC Ruby と違い、スタックやレジスターはスキャンしてくれません。ルートとして使えません。明示的にルートはルートを作ってあげる必要があります。で、MMC ではローカル変数などはC のローカル変数にマッピングされますので、そのままではGC として見ていく。GC のルートとしてMRuby の、GC は使ってくれません。ではどうするか。その時点で生きているオブジェクトを、ダンプします。で、ダンプしてそのダンプしたものを、ルートとして使います。MMC ではいろいろ今これまで説明した通り、データフローの情報と、型情報をコンパイルタイプに持っていますので、今その時点でどれが生きているか、オブジェクトとして生きているかというのが、分かります。そのため、ダンプがコンパイル時にそのダンプするコードを吐くことができます。では、そのダンプしたものをどこにダンプするのでしょうか。次のスライドです。で、こんなような感じの GC テーブルというのを、コード対応します。これを、スタック上に取ります。で、実際に使っているコードの一例を見ますと、こんな感じになります。ごちゃごちゃして分かりづらいので、クローズアップ、その詳細、細かく見ていきます。まず、この引数として、プレビアス GC タブということで、これのメソッドのを呼び出したコーラーのメソッドのGC タブを引数としてもらいます。で、現在の GC タブをスタック上にアロック A を使う、アロック A 命令関数を使ってアロケートして、このプレブというメンバーに入れます。これようにすべての呼び出しのバックトレースにが全部リンクでつながることになります。で、GC テーブルはスタック上に入れまして、で、シンプル、ちょっと細か詳しいことは説明したんですけど、ついでに、シンプルオブジェクトっていうそのオブジェクトのためのダンプのための領域も、そこのアロケートで、取ります。で、MRBUD っていうUD MRB というのはこれはその MRuby のグローバルな情報がいろいろ入っている構造体変数なんですが、この中にユーザーが自由に使っていいですよっていう UD っていう、メンバーがあります。これは普段は使っていないんですけど、これに GC タブを入れておいて、GC の際に、使えるようにします。ですので、GC タブを作ったら毎回 UD に GC タブを、代入するようにしています。それで、実際に、その GC を、行う可能性のあるところについては、生きている可能性のあるオブジェクトを、その GC タブのシングルというメンバーにダンプしていきます。で、サイズというメンバーに、そのどれだけダンプされているかっていう数が入っていますので、それをインクリメントします。で、GC の実際のマークでは次のような、変数関数処理になっておりまして、
MRBUD のところから、実施タブを取り出しまして、単にそのダンプされているものを、実施マークして、どんどん呼び出し元のフレームを、呼び出し元のフレームを辿っていくというような処理になっております。次に、エスケープ解析についてですが、エスケープ解析というのは、ポインターが、そのプロシジャーまたはメソッドのローカルで収まっているかどうかで、他からは参照されていないかどうかっていうのを、解析するためのすることです。でもし他のポインターがよそに脱出よそで漏れていないければ、そのオブジェクトはスタックに取ることができます。そうすれば早いですし、実施も起きません。でもRuby でこんなそのメソッドの中だけでメソッドの中だけで済むようなオブジェクトっていうのはあまりないので、あまりこれだけでは使い物になりません。詳しく見てみましょう。例えば次のようなプログラムを考えてみます。ベクターで3次元のベクター123と456、これを足したものっていうような、結構ありがちな、処理を見てみますと、この、ベクターのプラス、これについて、これでは中でモドレッチのためのベクターを、生成し、C に代入しているという形になります。しかしこのベクタープラスの中で使っているオブジェクトはスタックには入れることはできません。実際に使っているのはそのベクタープラスの外だからです。しかしこのように変形すればベクターを使うことができます。つまり呼び出し元の方でアロケートしておいて、それを渡してあげるわけです。C なんかだとよくある例えばスキャン F だとかよくあるテクニックですが、これを暗黙に変換します。人間がやるのではなく、MMC がやります。でもプログラムでも引数を増やすとちょっと遅くなりますし、アロケーションしないメソッドもいっぱいありますので、特別扱いするのもめんどくさい。ではどうするか。そこで先ほど説明しました実施テーブル、これに曲がりしちゃって、全然実施とは関係ないんですけど、コーラーロックっていう形で、メンバーを入れまして、これにこっそり入れておくという方法をとっております。これでほぼオーバーヘッドなしで、多くの場合で、スタックアロケーションが可能になります。では実際に、エスケープ解析というのがどういうふうに行われているか見てみます。でエスケープ解析は、中長実行のそのタイププロファイリングの一環として行います。で先ほど説明しましたタイプオブジェクトの中に新たにプレイスという、メンバーを加えます。これは、そのオブジェクト、その型のオブジェクトが一体どこに入っていたかというのを示します。
で、例えば、で、プレイスっていうのは、これハッシュテーブルになるんですけど、えーこれのキーが、どこに入っていたかを示しています。ちなみに、ハッシュテーブルの値がありますけど、値はデバッグで使えます。なかなかエスケープ解析のデバッグっていうのは大変なので、非常に役に立ちます。で、まず、リターンっていうメンバー。これはシンボルなんですけど、これは、えーこのオブジェクトが、リターン、その戻りとして使っていますよということを表します。で、リターンファースト。これは、リターンとよく似てるんですけど、1段階しか、動いてないですよということを表しています。先ほど説明した通り、その、コーラからその1段階ああのコーラーからオブジェクトを渡してもらってということをやっていますと、1段階戻ったのか2段階戻ったのかというのは非常に大きな違いになりますので、このような区別しております。で、true。これは無条件にエスケープしますよという意味になります。で、タイプオブジェクトの中で、コンテナタイプ。これはアレイとかハッシュテーブルとか、そういうののタイプですけど、この場合は、アレイとかハッシュテーブルとかに入っていますよ。入ったことがありますの、メンバーになったことがありますよということです。また、ブロックタイプだった場合、これ場合は、ブロックにそのクロージャーにクローズされた、変数に入ったことがありますよということになります。また、ユーザーディファインドタイプについては、インスタンス変数に入ったことがありますよという意味になります。で、例えば、セット IV、これはインスタンス変数に代入するための命令なんです。この場合の処理を見ていますと、こんな感じで、つまりセルフのオブジェクトのタイプオブジェクトがキーに入ります。で、右側はデバッグ用の変数になります。で、このようにして集めたものについて、実際に、エスケープをするかしないかというのは、全部情報集めてからじゃないと判断できないので、全部集めてから改めて判断します。で、トゥルー、トゥルーが入ってたりとか、リターンとかだった場合はトゥルー。で、リターンファーストだった場合はフォルス。で、プロックタイプだった場合は、そのプロックタイプがエスケープするかどうか。で、エスケープするならトゥルーだし、しないならフォルス。で、コンテナタイプとかユーザーディファインタイプだった場合はちょっと複雑なので、また次のスライドで。で、その他のものが入った場合はトゥルーっていう感じで、条件、各そのプレイスに入っているキー、これは複数ある可能性があるので、それぞれについて求めて、1個でもトゥルーがあればトゥルーです。で、全部フォルスならフォルスということになります。で、ハッシュテーブルとかアレイとかユーザーディファインオブジェクトについては、位置関係が、で、結構複雑なことになりまして、で例えばA というオブジェクト、これがエスケープ解析のそのターゲットだとします。で、これが、B というオブジェクトのインスタンス風に入っているという状態だった場合です。で、まず、A がエスケープしない条件というのは、まず、B がエスケープしないこと。これは大前提です。エスケープすればA はどこにでも連れてかれまして、同時に、同様に、エスケープしてしまいます。で、そのエスケープしない大前提の上で、条件1、A が、
B よりも寿命が短い。じゃあ A が B よりも寿命が長いこと。または、えーっと、A が作られた地点の1個手前のコーラで B が作られていることのどちらかというような条件になります。このような条件を各オブジェクトについて、確認していて、エスケープするかしないかというのを確認していきます。で、まとめますが、Ruby でもC と同様、それ以上の速度のプログラムが書くことができることが分かりました。Ruby が最速のプログラムを書くのは Ruby で書くのが一番という時代が来るかもしれません。ただ、そのままでは使い物になりませんので、例えば JIT コンパイラーと組み合わせるなど、新たな、解決策が必要になるかもしれません。発表は終わります。以上です。ありがとうございました。